こんにちは。今日も見てくださってありがとうございます。おがんこ美容健康チャンネル、おがんこです。張り切ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、飲む重曹水はいい。なぜ？でも私は飲まない。なぜ？と題してお送りしたいと思います。重曹美容を長年、自分でも実践しつつおすすめしている身としましては、重曹がお掃除だけでなく美容にも健康にもどんどん人気が高くなっていることがすごく嬉しいです。重曹水を飲むこともかなりの人気です。ある時、重曹美容しているけど重曹水も飲んでるの？と聞かれたんです。実は飲んでいません。もちろん重曹水を否定するわけでは決してありません。重曹水を飲んでいない理由と状態が似ている方の参考にしていただけたら嬉しいなという動画になります。さあ、この動画の段取りです。1、重曹について。2、重曹水を飲む方法。3、重曹水が健康にいい理由。4、重曹水を飲まない理由。5、まとめの順となっております。後でおおよその時間帯を説明欄に入れておきます。どうぞお好きなところからご覧ください。まずは重曹について。上から重曹、重炭酸ソーダ、重炭酸ソーダ、重炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム。これ全部重曹です。炭酸という文字が見えます。重曹は熱が加わると炭酸の泡を出します。重炭酸ソーダの頭の1文字とソーダを漢字で書いた1文字を取って重曹という名前が有名になっています。そんな重曹は安価で安定、安全、扱いやすい白い粉末です。大きくは薬品グレード、食品グレード、工業グレードの3つに分けられます。薬品グレードの重曹は胃薬などお薬に使われます。食品グレードの重曹は食品添加物としてアク抜きなど下ごしらえやお料理に使われたりします。ケーキなどお菓子作りでは炭酸の力でふっくらと生地を膨らませたりします。お掃除で有名なのは工業グレードの重曹です。重曹クリーナーなどがこれにあたります。重曹美容に使うのは食品グレードの重曹がおすすめです。食品グレードの重曹はごくたまに100均でも売っています。重曹のパッケージにホットケーキ、カップケーキなど食べ物のイラストがあると食品グレードの重曹である可能性が高いです。見つけたらラッキーです。あとはスーパーの食品売り場でひらがなの炭酸、漢字の炭酸、ふくらし粉などの名前で売っています。ちょっと割高にはなりますが、お試しには良いでしょう。ベーキングソーダも重曹のことで、箱やボトル入りで売られていたりします。でも、似た名前のベーキングパウダーは別物です。
重曹が安定して働くように小麦粉などいろいろ加えたものです。重曹美容にはおすすめではありませんのでお気をつけてください。ちなみに炭酸やふくらし粉は重曹美容のお試しには良いのですが、毎日使うとなるとすぐになくなってしまいます。そこで私はネットで重曹の5キロ袋をいくつかまとめ買いしています。大きな25キロ袋もあって、もう少し割安なのですが、25キロって重すぎて移動や保管に苦労するので、5キロの袋にしています。そんな重曹は pH8 強。水道水の水質基準の中でアルカリ度の高い方ぐらいの弱アルカリ性です。飲める程度の弱いアルカリ度ってことです。隣にあるセスキ炭酸ソーダは手袋使用が推奨されますが、重曹は手荒れや傷がなければ手袋なしでも使用できるくらい、とても扱いやすいです。性質として水に溶けにくくお湯に溶けやすい。お湯に溶けて炭酸の泡を出す。そして温度によりアルカリ度が変化するなどがあります。重曹美容としてお肌に使用する際には体温より少し高いめくらいから40度前後までの温度で使用されることをお勧めしています。さて、いよいよ重曹水について。ご覧の通り、いろいろなサイズのナイフ、フォーク、スプーンがありますが、この中のティースプーンを使用します。用意するのは重曹とコップと先ほどのティースプーン。そのコップに水道水を8分目ほど入れます。だいたい 150cc くらいです。そこに食品グレードの重曹を少量、ティースプーンに3分の1くらい。それをコップの水に加え、ティースプーンでしっかりかき混ぜます。重曹がしっかり溶けたら1日1回飲む。これが重曹水を飲む健康法です。あまりおいしいものではないのですが、飲めないほどまずくもない、健康にいいとなかなかの人気です。例えば、しんどさ改善、だるさの改善、胃の疲れ改善、ゲップが出て楽になった、胃痛の緩和、便秘の解消、口臭緩和、歯周病の改善、虫歯予防、寝つきが良くなる、気持ちが落ち着く、中途覚醒が改善、こむら返りの改善、疲れにくくなった、お肌の改善、花粉症の症状改善、などなど。これは個人の感想のごく一部です。重曹水めっちゃいいです。では、なんで重曹水がいいか。人の体は弱アルカリ性に保たれています。pH で言えば、血液は 7.35 から7.45 というとても狭い範囲で管理されています。ところが、現代人の体は酸性に傾いている、酸性体質などと言われます。これは決して本当に酸性に傾くというわけではありません。人の体にはホメオスタシス、
日本語で恒常性という性質があって、体を守るため、がっちり維持するために働いてくれるシステムがあります。つまり、現代人は、実際に賛成にはなっていないけれど、賛成に傾かないように体のシステムがめっちゃ頑張ってくれている状態ということになります。そこで、アルカリ性の水を飲むことで、賛成に傾かないように頑張っているシステムを助けようというわけです。ただし、あまりにアルカリ度が高いものを飲めば体を損ないますし、少しずつ補う方がいいとなると、弱アルカリ性の重曹水が適役なわけです。酸性体質だからこそ重曹水を飲む意味があるわけです。健康体の場合、飲む必要はないわけですが、血液検査で大きな違いが出るわけでもないため、判断が難しくもあります。体調を見ながら重曹水を飲んで調子がいいようなら飲んでみる。途中で今一つになったらやめるなり、ちょっとお休みするなりされるのが良いかと思います。アルカリ度高めの水道水を日常的に使用されている地域の方は、重ねて重曹水を飲まれるときはご注意ください。私が重曹水を飲まないのは重曹水が良くないからというわけではないこと、分かっていただけたでしょうか。それでは私が重曹水を飲まない理由その1、美味しくないから。良薬口に逃がしと言いますが、できたら美味しくて体にいいものを食べたり飲んだりしたいと常々思っています。でも、この理由で飲まないというほど、重曹水はまずいものでもありません。では、理由その2、重曹歯磨きをしているから。市販の歯磨きペーストを使わず、重曹だけで歯磨きをしています。やはり美味しくはないんですが、重曹歯磨きの心地よさはもうやめられないです。人は無意識に唾を常に飲み込んでいるんですが、重曹歯磨きの際にも大なり小なりの重曹を飲み込んでいるのです。だから重曹水はあえて飲まないということになります。理由その3、血圧が不安定だから。お医者様にお聞きしたら、高血圧の方は重曹歯磨きをしてもいいけど、できるだけ飲み込まないように気をつけて、とのことでした。高血圧だけでなく、塩分制限をされている方も、重曹水を飲まれるときは、医師に相談されることをお勧めします。理由その4、塩分の摂りすぎが心配だから。ただでさえ日本人は塩分摂りすぎと言われています。塩分制限されていなくても分量や飲み方にご注意ください。そして一番弱い理由その5、おえってなって飲めない。お恥ずかしいんですが、重曹水を飲もうとすると、おえってなってしまうんです。まずくておえってなるのではないのですが、なぜか軽くえずいてしまって苦しいです。なので自分には向いていない健康法なのかなと、重曹水を飲んでいないのです。
その代わり、アルカリ性食品を食べることを心がけています。大豆製品、果物、野菜、きのこ、梅干し、海藻など、美味しく食べられるものがあるなら、そちらでいただこうかなと思っているわけです。梅干しは酸っぱくてもアルカリ性食品。不思議なようですが、体に入るとアルカリ性の力を発揮するそうです。どれかお好きな食品はありますか？食べやすそうなものはありますか？まとめてみますと、重曹水を飲むなら、1、血圧を時々測って高くなっていないかなどの管理をする。2、重曹の濃度や飲み方などに気をつける。3、水温に気をつける。温度が高くなれば同じ量の重曹でもアルカリ度が高くなりますので注意が必要です。4、飲みすぎに注意する。5、症状の有無や改善の様子などに気をつけておく。などをお勧めします。簡単に元気になれる重曹水を飲む健康法。実行される方はどうぞ安全にお楽しみください。ということで、重曹水を飲んでいる方も飲んでいない方もご意見、ご感想などぜひコメントで教えてください。今回はこれでお開きとさせていただきます。お役に立てましたでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？ぜひぜひ、いいねボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。動画を作るモチベーションのアップになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。さらに若々しく美しく元気で楽しくなられますように。